スパイのバサラカ3月28日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、メールいただいてます。ラジオネーム魚の子さん。はい、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。いつも素敵な音楽をありがとうございます。うん、今日はちょっと洋介さんと健太さんに私事ですが報告がいくつかあります。ほまず、この前中学校を卒業したこと、次に第一志望の高校にも合格できたこと、あとは3月21日でようやく15歳です。おめでとうございます。すごい。すごいですね。いい報告。受験の間はスパイの音楽が心の支えになっていました。おうまっすぐエネルギーをくれるスパイの曲が本当に大好きです。また小1の妹のお気に入りはロックンロールのようです。あ、そうなんだ。よくイエイイエイイエイと叫んでます。元気で何よりです。半年ほど前になりますが、はいはい夏休み終わりに送らせてもらったメッセージが採用された時、うん、走り抜けてと言われたこと、うんそれが本当に嬉しくて私に頑張り続ける力を与えてくれました。ちなみに私は富山に住んでいるのですが、キルザノイズのツアーで金沢と新潟でライブをやっていった時、勝手に富山を通過したってにやけてました。その時は受験1週間前で大変だったけど、スパイも頑張ってるから私も頑張ろう、受験終わったら絶対ライブ行くぞって決めて、勝ち取りたいものはすぐそこに迫ってたので、本気で頑張りました。素晴らしい。そして合格を勝ち取れて本当に良かったです。はい。私は中学では吹奏楽部で部長もやってましたが、高校に入学したら軽音楽部に入部しようかなと思っています。これはスパイに憧れたからっていうのが大きいです。新たな場所で私も音楽を通じて自分の気持ちを伝えられるように頑張ります。最後に質問です。はい。洋介さんと健太さんは、学生時代の卒業式は泣きましたか？私は泣いて歌えませんでした。いいね。また高校生活について何かアドバイスありますか？はい。これからもずっと応援しています。ありがとうございます。いや、素晴らしい。まずはね、すごいですね。おめでとうございます。よく頑張りましたですね。どうです？卒業式卒業式は泣くわけないじゃん。なんで？ん。泣けないよ。なんで？どっちの？小中高あるじゃん。全部なんで泣けないの？泣かない。どうした？別にだって本当の別れじゃないし、みたいな。会いたいやつ会うしみたいもうでも本当の別れになってしまってる今のところ人もいるでしょ。いるけど、会いたいって思ってないもん。なるほどね。なんでみんなそんな泣いてんだろうな。どうせ明日とかまた遊ぶんでしょみたいな。そういうことじゃないじゃん。そういうことじゃないじゃん。なんかあるじゃん、こう学生のさ、学生時代のもうこの瞬間はなくなるわけじゃん、そこで。いやまあそれはそうだけど、俺は早くもう嫌だったもん、この支配からの尾崎卒業したかったもん。したかったんだ。だから嬉しかったね、卒業式は。なるほどね。やっと終わるわ、やっと終わるわこれがって。なかなかにドライ。あんまだって学校そんな俺楽しくなかったタイプだもん。まあ大学生とかは泣かないのはわかるけど、中高はあるんじゃないの？ない。やっぱそういうのないの？ない。なんかあれだね、やだね。すごいやだね。夢がないね。いやそんなもんだよ。いや夢がないわ。いや意外とだから俺っぽいやつ多かったよ。それが男子はほぼ泣いてない。それが Z 世代ってやつか。いやこれだ。わかんない。 Z 世代だぞそれが。わかんないけど、なんつうんだろうね、やっぱみんな学校嫌いだったもん。いやなんか嫌いの中にもさ、なんかないの、このさ、なんていうのあるじゃん、この、先生とかでもいいけどさ、すげえ嫌だったけど、なんだかんだお世話になったなみたいな感情が溢れてくることとかさ、なかったの？やっぱ Z 世代だわこれが。いやでも今感じるわジェネレーション感じるわこれ。俺一個鼻につくのが、まあ全然さ、まあいわゆる不良みたいな、不良ほどでもないけど、まあちょっと先生の言うこと聞かずにいつも怒られてたりとか、言うこと聞かなくてこうクラス迷惑かけたりとか、なんかそういうやつに限って卒業式泣いて先生と仲良くしてるの見ると、何それって思う。あれだよね、ヤンキー理論だっけ、なんかあるよね。そのあれはは今って、そそんななんか泣いてなんかお世話になりましたって
言うあれがあるなら、まあ元からね元からやったけどちゃんとねちゃんとやっとけと、うんはいはいはいはまあ至極ねまっとうですよそれは思ったそれはまっとうだと思小中、小中にそういうやつが多かったんだよ俺は。まあでも小中あんまあるのかこうはこうはゼロ、そういうやつもいなかったってこと、いないかったし、あっさりしてたねみんな。だからやっぱさでもねそれは教育のあれだと思うわ。そのもう先生がさ、この関われないんじゃないやっぱ。そうかな。多分陽介たちの世代って一番言われてた時期だと思う。何を？そのなんていうの暴力ダメ、まあ、もちろん今も言われてるけど体罰って別に良くないとは思うけども、そもそもがでもなんかそのなんだろうこうぶつかっていく感じ先生が、生徒に、って俺らの世代までやっぱあったのよ。なんていうのドーンって真正面から、お前が悪いみたいな、いやなんかそういう感じあったもん、あったよ。いやあったらもっとあるって。いやなかった。早くあいつの、周りでね陽介がなかったとしても周りでそういうのあると思うよ多分。どういうこと？だから俺の担任、中3の時はやばかった。どういう意味？もうそれ、もう熱くてもうエクストリーム昭和みたいなエクストリーム昭和やばいね俺らより昭和かもしれないってことね。やばかったよ。へえ。なんかさその俺初めて椅子投げられたもん。なんかそれはさちょっと違うなんかそれはちょっとまあ体罰だなそれは普通にな物でやっちゃダメだよな。もちろん俺が100悪かったんだけど、悪い状態でね。なんかその先生にも別になかったの？全くもう早くあいつどっか違うとこ行かないかなと思って、やっぱこれ Z 世代だよ。 Z 世代だ。そうだ多分。いやなんか、なんかさ、変な、それはなかった。変ななんか、そのなんていう、自分を青春ドラマに置いて違うのあれしてる。違うでもそれが達観してんのよZ 世代なのよ誰も自分を青春漫画の主人公にしてやろうとか思って泣いてないのよ別にあれ、別にそうしてないのよ、でなんかそんな日々だったけどみたいな、それだからあれでしょ思い返すとでしょそれは日々だったけど、卒業したら、俺頑張るみたいな、なんやそれってほらまあ世代ですわこれはそうですわそうかな。いやそうですよそうですきっと。そうわからないですけど俺もだってその世代にいないから俺がわかんないけどでもなんかじゃあみんな泣いてたの？泣いてる子多かったよやっぱり。でも女の子泣いてるイメージある。男も泣いてた子は多かったよ。本当。すごいなんか多かった。でもなんなら俺も泣いたもん。そう。俺はもう俺そっち側だったんだけどなんか感覚的にもう泣いてんだよお前らみたいな感じだったけどやっぱね3年間通してすごい俺を気にかけてくれてた先生がいたのよ、その時でまあその先生にもさやっぱこう若気の至りでさ、だよみたいな態度になるじゃん、高校生の時って、でもまあずっと気にかけてくれててで俺が音楽やってるってことも知ってて、でなんか俺常に寝てたから、割とずっとで別にヤンキーでもなんでもないんだけど3年の頃に全く一緒になったことのない女の子、クラスので3年で一緒になって、俺が起きてるところ見て「あ起きるんだ」って言われるぐらいずっと寝てた人なのねそうだったんだけどその先生がずっと気にかけてくれててっていうのはあって流れがずっと、まあさすがにそこだけは挨拶言っとくかと思って、でバーって言って「あざした」っつって、普通にパーっていけるかなと思ったらもう全然自分のなんていうのこの気持ちとか関係なくわーって涙出てきてなんじゃこりゃーと思ってっていうのあったもん。それはわかるわ。俺もいたんだよ。その気にかけてくれる担任でもない。そう俺も全然担任とかじゃなかった。で、その高校生の頃、まあいろいろバレるわけですよ。まあいろんなことがね、まあそりゃそうよ、もういろいろありますよ。で、まあね、お前は低学だってなったことあるわけで、あれになると1時間後にいろんな先生がやってきて説教されるんだけど。そうなんだそんなんあるんだ。でもその英語の先生だけはすごいもうまあやったことは仕方ないから、でまあお前は英語得意だから
そっち系の大学行けると思うよみたいは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 いなことを言われて、うんであれでしょみたいな、音楽も好きじゃんみたいな、うんギターもやってるし、うんあそこいっぱいいるからいいんじゃないみたいは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 いあまあそうちゃんと考えてくれるねな。そうでその先生めっっちゃ好きだったうんの、服部先生っていうのが、服部先生いい先生だそれはで俺がうん2年の時どっか行っちゃったんだよね。あそうなんかすそうかぐなんかそう移動ね早い、うん移動がそうなんだ早い。へえなんかもうそんな固定でいる先生いなかったもん。あそれは確かにそれはそうなるわ中学もいたけど、今そんな早いの早いんじゃない？わかんない、うん俺らの代の時は、そう早いねだいぶ1年と2年で終わるってことでしょじゃあなんかね、いやまあだからうんまあそれが必ずしも俺が1年の時にその先生あがあそこそこそ一緒に来たわけじこだあゃないから、あそこそこなんかそういうのが多い。うん俺はへえ結構あんま俺らの時代なかったな先生がそんない少ないからか先生が先生少ない。いろんな学校にでしょうね補填されて補填されてみたいなうん状態なのかな、それもめっもしかしたらちゃあると思う。あまああとそれは確かにな公立私立も乱雑してるし、はい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 あまあそれだったらしょうがないかもなだから服部先生がうんワンチャン3年間うん、ちゃんといてくれたらで俺その服部先生に言われた大学にちゃんと合格したんだよ。よ熱い話あんじゃねえかよだから服部先生いたら、泣いてたかもしれないね泣いてたかもしれないそれはそうかもしれないわまあそれはそうかもなでその先生ドラマやってたから、ああそうそうそう音楽のことも分かってそうそうてみたいなあそれは確かにそうだなそれはあーあったかもしれないね。俺もその先生一人だったもんもう他はもうじゃあその先生が2年で2年の時に辞めちゃった卒業式ないわないでしょ。泣かないわだからそれと一緒泣かないわ一緒よあじゃあもうだからジェネギャとかじゃないこれは。環境だな環境環境だなだからうんこの魚の何の子さんは話だっけ魚の子さんはもう泣いて歌えないぐらい泣いちゃったからあそうねだからすごいうんいいいやいいご縁に恵まれてたんですよ。ほんとそうだと思うよううん高校生活アドバイスありますか？泣けるようにしよう高校の卒業式もね、いやでもそのぐらい環境が恵まれてるといいよねうん中学ぐらいそうやっぱりうん泣けるぐらいにまあでも軽音部入ったら楽しいんじゃない？うんうんそうだよねまあでもそんだけね頑張れる子だからねもともとうんうん肩の力抜いてうん楽しんで本当にもらえたらいいなとそうだと思う思いますでまあ友達といっぱい遊ぶのが一番いいと思うわまあね。うんでまあライブとかもあるだろうしね軽音楽部だったらね。そうそう全力で取り組んで全力で失敗してうん全力で立ち上がって卒業したら多分泣けるわうんうん頑張ってそういうねください高校生活してくださいはい、ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中ですはい。ぜひ聞いてくださいはい。それでは本編の収録へ行ってきます。